岩倉ハンター、平津豊が、広島県の足竹山のピラミッドについて説明します。エジプト文明やマヤ文明で建設されたピラミッドが、日本にも存在していると主張したのは、坂井勝時でした。1934年、坂井勝時は、京都の講演会で、巨大な切石の話を聞いて、すぐに、広島県の現地調査を決行しました。その調査の途中で、坂井が、諸君、あの山が、まさにピラミッドである。と叫びました。これが、日本にもピラミッドがあることが世に認識された瞬間でした。その後、この足竹山は、新聞にも取り上げられ、昭和初期に一大ブームとなったと記録されています。足竹山は、4辺の稜線がある815メートルの山で、エジプトのギザのピラミッドにそっくりです。足竹山の山頂へと登る道の途中に、高岩と呼ばれる不思議な岩があります。約3メートルの高さの岩で、風化が進んでいて、原型はわかりませんが、何かをかたどったものであることは確かです。顔と思われる方向は120度を向いており、冬至の日の出の方向を指しています。足竹山の頂上から西面を降りていくと、烏帽子岩と呼ばれる岩があります。ひょうたんのようなこの岩も、およそ自然に形成されたとは思えない形をしています。湾曲部分が後部と考えると、その反対側は300度を向いていて、夏至の日の入りの方向となります。岩の表面に天という文字が彫られていますが、これは後世のものと考えられます。坂井勝時は、足竹山の山頂について、次のように述べています。身体太陽石が花崗岩であったために、露出面が甚だしく風化しておって、到底原型を想像することさえもできぬ状態ではあるが、一個の自然石であることだけは確かである。そして、その形が角か円かは判然せぬが、径約12尺であって、その周囲に、東西南北に正面する方形岩坂が築かれている。ただし、北部は崩壊して跡形もない。しかし、現在の頂上は5メートル四方の広場となっていて何もありません。この足竹山の太陽石については、発見当時に存在したのかしなかったのか、いろいろと議論を呼びました。その中で、坂井勝時が山頂で講演をした2ヶ月後に足竹山に登り、丸い石とそれを取り囲むように、一辺70センチのタイルが16枚敷き詰められているのを見たという証言などがあり、発見当時は太陽石やタイル状の石は存在したと考えられます。では、なぜ亡くなったのか。これについては、坂井勝時の同志であった竹内巨麿が、不敬罪で起訴された天津峡弾圧事件の中で、軍部によって破壊されたとの噂が伝わっています。坂井勝時は、足竹山の北側の桔梗山は、ピラミッドである足竹山を拝む拝殿跡であると結論付けています。桔梗山を登り始めると、すぐに岩だらけの場所に出ます。そこには、テーブル状に石を組んだドル面があります。さらに登ると、獅子岩と呼ばれる岩が現れます。その頭部は人工的に彫り込まれたようで、動物の顔に見えます。この顔もまた、夏至の日の入りの300度を向いています。その奥にある石組みは、坂井勝時が東西南北を示す方位石と定めた石組みです。これについては、サンデー毎日の日本にピラミッドがあった追跡企画において再調査され、東西南北ではなく、冬至と夏至の日の出、及び日の入りの方向を示していると結論されました。しかし、測定してみると50度と145度で、この結論は間違っており、この方位石は太陽運行上の意味のある方位を示していません。また、この方位石から獅子岩を眺めると、まるでエジプトのギザのスフィンクスのようです。桔梗山にある獅子岩がスフィンクスの元になったのかもしれません。方位石の南にある鏡岩は幅 5.8 メートル、
高さ 3.3 メートルの巨大なもので、南東側の面は、きれいに平面に削られています。さらに、この鏡岩の南側の光景には圧倒されます。約7メートルの巨大な柱が立ち、多くの石柱が谷底に崩れています。この石柱は神武岩と呼ばれ、頂上に宝玉が置かれていて、夜も昼も光り輝いていたという伝説を持っています。神武岩の頂上部には、その宝玉が置かれた穴がうがたれています。下部には、くさびの石がはめ込んであり、神武岩が人工的に建てられた証拠の一つとなっています。この石柱は、もともと3本立っていましたが、酒井勝時が調査を行った時には、1本しか立っていませんでした。この場所が、神武天皇の御陵で宝が埋まっている、という噂を信じた村人によって、石柱は打ち倒され、掘り起こされた後であったといいます。この桔梗山の岩石群は、約50度の摂理を利用して建設されています。不思議なのは、獅子岩部分は風化したように丸みを帯びているのに、神武岩のあたりの岩石は、鋭角なエッジを持っていることです。この岩石群からは、濃密な意志を感じます。何らかの意図を持った施設が存在したのではないでしょうか。酒井勝時は、竹の内文書の乳母屋吹会津第12代八広殿造りの命天皇が作った八広殿がピラミッドであると主張しました。この八広殿という建造物は、竹の内文書だけでなく、古事記の国生みに登場しています。また、酒井勝時の説を取ると、世界中のピラミッド状建造物は、この日本のピラミッドが世界に広がったものであり、エジプトのギザのピラミッドは、山のない砂漠に日本の山を形作ろうとしたために、仕方なく岩を積み上げたということになります。この足竹山から 4km 離れた場所に、空彦神社という式内社が鎮座しています。御祭神の空津彦は、天津彦彦ほほでみの命、つまり山幸彦です。その孫にあたる神武天皇も祀られており、桔梗山の神武岩の命名に関わりがあるかもしれません。そして、不思議なことに、空彦神社の異形の狛犬は空を眺めています。この狛犬たちは、誰を待っているのでしょうか。